どうも、ババアです。白様です。めっちゃ鳥が鳴いてる。不審者が来たと騒いでるんでしょうかね。先週の平日は雪予報だったけど、変わり場には雪が降ったのかな。後で監視カメラをチェックしてみようかな。おっさんも先週は風邪ひいてたし、体調管理には要注意だね。ババアにも絶対風邪がうつると思って覚悟してたけど、今のところ大丈夫みたい。ああ、やっぱりなんとかは風邪をひかないって言うしね。大根の月 by 向田邦子。本日は酵母は入っておりません。何を作るの？今日は揚げパンを作ります。ハイカロリーランチ。酵母の代わりにベーキングパウダーを入れました。だからあんまりこねないんだね。まあいつもあんまりこねないけどね。よしひこ逃げて。大人猫の余裕。さあ買い物買い物。いつも卵が安いな。愛想ダッシュはどうしたんですか、チョロコさん。Miss Nijigainen ipatsumino daga desha? そういうの気にかけてくれるんですね。Soala ne deo. これの撮影日、12月20日だから大丈夫ですよ。Soyu vlaja jowa asali belasunji and iwire. YouTuber kazakuminimo okanai weni. 年末どころか冬至もまだだし。Kuki yo meet nakit kusa. ところで本日の猫劇場もちょろこでMatakawa isugiti eswanushuga zawa sui cha weni. あれ、ざわついたことなんてあったっけ？ Atashik tsumi tsukulina ona. 2025年はチョロコさんの自己肯定感を見習おう。この撮影日の12月21日18時21分が冬至ですって。今日以降日照時間がだんだん増えてくるんだね。まあこの動画の公開日は1月9日だから今更感がありますが、八作の収穫？柚子湯の代わりに八作湯にしようかと思って。ギリセーフかな。合法パウダーでも作ろう。コンソメ、塩コショウ、寿司のこの合わせ調味料。このチャンネルでは週末のみここ川沿いリバーサイド略してカーリバで米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。糖質制限ダイエットや糖尿病で血糖値コントロールをされている方のご参考になれば嬉しいです。いいねボタンとチャンネル登録、ベルマーク登録をよろしくお願いします。コメント欄にもご意見ご質問などいっぱい書いてね。今日はかぼちゃ料理なんだね。冬至といえば柚子湯と南京ですよね。だから公開日は1月9日なんだってば。冬至の行事として北欧では薪を燃やすらしいんです。何が何でも冬至を貫くつもりだな。北欧の薪を燃やす行事はユールと言われていて、その名残がクリスマスケーキの代表ともいえるブッシュドノエルらしいですよ。それは知らなかった。本日は八作湯とかぼちゃの煮付けで冬至を満喫しましょう。どうしても冬至の行事をやりたいんだろうな。そして本日の主食は揚げパン。揚げパンにも何か冬至絡みの理由はあるの？全くありません。何なんだよ、こだわれよ。強いて言えば楽ちん。なんかすごい納得した。本日の生地は米ぬか 20%、加水率 65%。ベーキングパウダーと重曹の生地なんだね。かぼちゃと鶏団子を一緒に煮ます。鶏団子入り美味しそうだな。アイリス大山圧力鍋の鍋モード。アイリスさんでかぼちゃを煮込んでいる間、旦那氏はユールの行事。明らかに芋が乗ってるよね。いい感じで芋をひっくり返してるよね。北欧の人もユールで芋を焼いてるのかな。焼いてないと思うけどうまそうで草。焚き火は楽しいな。せっかく八作を収穫したので酢の物にでもしようかな。八作も入れるの？そうです。なんなら八作の酸味だけで作る酢の物です。お酢の代わりにするんだ。毎年八作シーズンになるとこれを作ってます。八作便利だね。キャベツと人参を塩もみします。水分をしっかり出さないとね。キャベツと人参にも塩味がついて美味しいんですよ。めっちゃ水分を絞ります。どれくらい？親の敵ぐらい。
オッケー。そうしたら八朔の皮を剥いていくよ。皮を剥くのが面倒そうだね。毎年100個以上八朔の皮を剥いてるので慣れちゃいました。八朔の皮硬くて大変じゃない？この剥き方だったらあんまり力はいりませんよ。リンゴの皮みたいに剥いてる。皮を剥くときに白い部分も切り取ってしまいます。なるほど、これなら力を入れなくていいね。この皮は湯船に浮かべて入浴剤にします。八朔湯。外周の皮が取れて果肉がむき出しになっているので、あとは指でポロポロと剥いでいくだけ。これなら皮むきも簡単そう。去年は多分300個ぐらい皮むきしたんじゃないかな。職人じゃん。今はまだ少し酸味が強いけど、あと1ヶ月もすると甘みが増すから、このまま食べても美味しいですよ。先住の人が八朔を植えてくれててありがたいね。ババアが植えた金柑はいつになったら実るのかしら。さあ果肉を取り出したら小さくちぎって野菜と混ぜましょう。八朔の酸味で酢の物って贅沢だね。お正月はこれでなますも作ります。あ、食べた。爽やかな酸味の中にしっかりと甘みもあって美味しい。味付けは砂糖と合法パウダー。合法パウダー早速大活躍。どれ味見をしてみようかな。美味しいそうです。瓶の中に詰め込んで旦那氏のおつまみに。日本酒がはかどりそうだね。このコーヒーの空き瓶重宝するわ。コーヒーの瓶でかくて臭ってせめてラベルは剥がそうよ。お次はスネジャンカソース。ババアの大好物。また端っこ食べた。今回のスネジャンカにはきゅうりとトマトを入れます。まずは塩もみ。今日は塩もみ工程が多いね。野菜を美味しく食べるためには必須の工程ですね。きゅうりも親の敵ぐらい絞ってたな。トマトは少し優しく絞ります。生姜にんにくオイルを垂らした。このソースにニンニク風味は必須です。そうしたら水切りヨーグルトをドボン。今日もギッチギチに水分絞れてるな。ヨーグルトと野菜をしっかり和えたら合法パウダーで味を整えます。そして保存容器へ。どうせ残らないけど。容器に入れるの下手くそだな。これがあればパン何枚でもいける。やっと揚げパンの成形。成形なんてしませんよ。ざっくりと四角く伸ばしたらざっくりとカットして揚げます。せめてざっくりは1メニュー1回にしなよ。よしひこに泣かれながらざっくり切ってしまいましょう。よしひこの鳴き声めっちゃ可愛いな。天使のような鳴き声ですよね。ババアの手はよしひこの髪跡でボロボロだけどね。何を訴えてるんだろう。多分隠してるおもちゃを出せって言ってます。さあ切りっぱなしの生地を油で揚げていきましょう。揚げパンが上がる音って魅惑的だよね。水で油が跳ねたりしないから音が優しいんですよね。めっちゃいい色。焦げやすいから弱火でしっかり揚げました。見るからにサクサクじゃん。今回はベーキングパウダーだから軽い仕上がりですね。どんどん揚げていきましょう。めっちゃはしょるな。揚げてるだけの動画を見てもどうしようもないしね。500g で合計8枚の揚げパンを作りました。食パンに換算すると1個の揚げパンが4枚切りの食パン1枚分。そしてしれっと米ぬか蒸しパン。なんか久しぶりだな。この蒸しパンは驚異の米ぬか 100%。 米ぬかだけで蒸しパンってできるんだね。その代わり食べたら口の中の水分を全部持っていかれます。水分補給がはかどるね。サイドメニューもいろいろ準備しましょサラダと八朔の酢の物ね。う。かぼちゃの出来栄えが神レベルでした。さすがアイリス大山。しかも味見もしてないのに味付けも神レベルでした。ちゃんと味見しなよ。焼き芋の出来栄えも神。完成しました。切りっぱなし揚げパンと当時メニュー。無駄に品数多くて草。
当時にこだわってあれこれ作ってたらこんな品数になっちゃった。芋。それではいただきましょう。あれ、今日はコカ・コーラだ。神戸居留地ラスコーラより10円高い高級品ですよ。あんまり差がなくて草。この切りっぱなしの揚げパンがめっちゃ楽だった。酵母入りの揚げパンもいいけど、ベーキングパウダーもたまにはいいね。同じ強力粉でも仕上がりの軽さがだいぶ違いますね。ババア、芋食べてる？映ってないけどめっちゃ食べてる。おっさんの演技担ぎ当時イベントの副産物。八作の酢の物は安定的に美味しくて、去年の八作パニックを少し思い出した。去年は大豊作だったもんね。今年もまあまあ実ってるし、カーリバの八作って毎年当たり年みたい。揚げパンもしっかり火が通ってるね。真ん中から裂こうと思ったけど全然裂けなかったな。めっちゃちぎれてる感。こんなもんはね、スネジャンカソースしか勝たんのですよ。スネジャンカてんこ盛り。うまっ。仕上がり最高かよ。旦那氏は綺麗に裂けたみたいですね。チーズウインナーサンドにしてる。ババアも負けじとチーズウインナーサンド。チーズの上にウインナー乗っけたろ。いや、それ乗っけただけでサンドじゃねえな。揚げパンは何度作っても美味しいですね。当時メニューのかぼちゃも言っとかないとね。鶏団子の旨味が染みてて、かぼちゃも最高。美味しかったです。また見てね。バイバイ。